さて、僕たちが北海道に入って数日、一緒に入った黒の騎士団の潜入メンバーが集めてくれた情報のおかげで、北海道ブロックの状況が分かってきた。3年前、リューネベルクの国王だったノーランド・フォン・リューネベルクはカリス元王子を皇帝に掲げ、ネオブリタニア帝国の建国を宣言した。しかし、カリスはネオブリタニアの名を掲げるための存在。事実上の支配者はアインベルクを束ねるノーランドだと思われる。アインベルクって昨日話に出ていた皇帝直属の騎士団だよね。うん、それぞれ北海道内に統治領を持って管理しているらしいよ。そのアインベルクのカークウェイン兄弟が昨夜何者か、おそらく七種の傭兵によって倒されたと。七種の傭兵って何者なんでしょうね。それはまだ何とも言えないな。ただ一つわかるのは、確実にネオブリタニアを敵視していることだ。これまでならともかくアインベルクまで倒したとなったら後には引けない。それだけの覚悟があるってことですもんね。ああ。とはいえ、七種の傭兵だけでアインベルクを撃破していくとは考えづらい。そうですね。ネオブリタニア側は脅威となる戦力が北海道に入っているとは思っていなかったでしょうから。今回カークウェイン兄弟を撃破できたのは奇襲という要素が強かったってことか。そうなると次は七種の傭兵側も戦力を増強することが考えられますね。でも戦力増強って言ってもシュトゥンペの壁がある限り外からの増援は頼めない。ってことは北海道内のレジスタンスにコンタクトを取る可能性が高い。この前の東の暁旅団みたいな人たちですね。ああ。現在北海道で活動する反ブリタニア勢力は大きく3つ。その東の暁旅団、北老軍、そして七高星団。中でも七高星団は東堂さんと比肩すると言われる黒戸剣聖が率いていた。東堂校長先生と西の東堂、東の黒戸ってね。帝国時代のブリタニアでも有名だったみたい。でも率いていたっていうのは、七高星団は今どうなっているんです？1年前に行われた反抗作戦が失敗した際に、黒戸を含む多くの団員が網走の収容所に収監されたらしい。現在は逃げ延びた団員が細々と抵抗活動を続けているみたいだね。僕は七種の傭兵がこの七高星団にコンタクトを取ると踏んでいる。先輩のその心は？逃げ延びたメンバーって少数なんですよね。それなら他の2つの組織に接触すると思うんですが。それは七高星団が黒戸剣聖の組織だからさ。組織は指揮を取る人間によって出せる結果が大きく変わる。おー、黒の騎士団を見ていたらよくわかります。こら。すみません、口が滑りました。では先輩の読みでは、七種の傭兵は七高星団と接触して黒戸さんを救出に向かうと。おそらくネオブリタニアが警戒を強める前に襲撃するだろうね。網走強制収容所。おい、何やってるんだお前ら、引き返せ。物部さんこそ本気なんですか？ブリタニア人の傭兵に頼むなんて。黒戸さんは俺たちが助ける。くそ、全然聞いてやがらねえ。反撃が来る。志村、避けろ。分かってるって。しまった、スティンペバリアに。ステンが落ちた。このままじゃ。志村、彼だ。早まるな、榎本。お前たちだけでも戻ってこい。あの外壁だけでも。期待ごとぶつけてやれば、さすがにあの分厚い壁だってぶち抜けるはず。誘導式ミサイルだと。何？これが網走強制収容所のデータだ。君たちに対して
不愉快な言葉が入っているが、二人には目を通しておいてほしい。構わないさ。兄さんには後で見てもらうよ。しかし、収容所はすごい防衛力だね。この情報は十分に役に立ちそうだよ。おいてめえ！ん？なんだその言い草は！榎本さんたちはお前の役に立つために死んだわけじゃ！じゃあ、泣いて悲しめば彼らは喜ぶの？この映像を生かして作戦を成功させる方が彼らの弔いになるんじゃないの？なあ！喧嘩売ってんのか！やめとけって。依頼内容は、収監されている黒戸県生及び団員たちの救出協力でいいんだね。ああ、頼む。おい！はあ、もう怒った！とはいえ、はあ？俺の言い方も悪かったね。ごめんなさい。別に、わっかりゃいいんだよ。お前ちょろいな。うるせえな。いいじゃねえか。あ、こんなところに犬？どこのワンコだよこいつ！すまん。何やってんの兄さん。ひどく汚れたこいつを洗っていたんだが、ちょっと目を離した隙に。たく、もう。あら、かわいい。どうしたの？いや、だって、女性が、こんなに。あのね。なかなかいい体してるわね。しかも M っぽいところがまたそそられるわん。もう、陽子さんってばまた。緊張感がなさすぎ。今回の作戦は、七高星団が生き残れるかどうかの決戦よ。あなたたちも、もっと気を引き締めてよね。わかってるよ、はるかちゃん。じゃあ、その決戦のための準備、手伝ってもらおっかな。特に、君。私？うん。君、七高星団のメカニックでしょ？佐野ちゃん。でもどうして私のこと？そりゃあ知ってるさ。今回の作戦は、君のメカニックとしての手腕にかかってるんだもの。やっぱりあった。これがパールリンケ島の遺跡と対をなす遺跡。